はい、皆さんこんにちは。本日は TWICE のドキュメンタリー映画1 in a Million の公開日だったんですね。そちらのね、ちょっと感想をお話ししていければと思います。で、ちょっとね、前半と後半で分けようと思います。特典がね、もらいました。見てください、これ。意外と大きい。めっちゃ可愛い。映画の感想なんですけども、やっぱ一言では言い表せないレベルのものでした。ワンスの皆さんはもう絶対見た方がいいし、海外の方がさ、先に公開されたじゃん。映画泥棒みたいな感じで言って、ほんと油断すると、TikTok とかでさ、ネタバレの映像が出てくるのよ。それはもう、うわーと思って、一切見ないようにしていったんだけど、本当にそうして正解だった。これから見に行く方は、その映画泥棒みたいな映像が流れてきても見ないで、ぜひ初見で映画館で見てほしい。映像につながるまでのパートがあって、より前を知ってるかどうかで、その映像の感動度が爆上がりする。ぜひネタバレ動画とかを一切触れずに映画館で見てほしい。あと普通にめちゃめちゃ泣いたのでティッシュ必須。会場からもさ、泣いてる人がいることってちょっとわかるじゃん。そのもらい泣きもあって倍ぐらい泣いた。その人の気持ちまで考えちゃった。これをでも本当に昔からずっと見てきたファン、ワンスの人たちはどんな気持ちなんだろうとか思ったらその人の気持ちまで考えたら余計泣いちゃったっていう。あと言えるのはエンドロールが流れ終わったとしても完全に会場が明るくなるまで席にいた方がいいです。いいことがあります。ぜひこれから見に行かれる方は明るくなるまで会場にいることをおすすめします。ここからはちょっとネタバレあり、内容にも触れつつ感想を言っていければと思ったんですけど、全然さ、想像していたのと違って、私の想像では TWICE10 周年の旅行みたいな予告だったんで、ちょっと昔の思い出とかを振り返りながら、その旅行の様子とかが描かれるのかなってちょっとインタビュー入りつつみたいな感じかと思ってたら、本当に各個人に焦点を当てたそのところどころさ、その関係者の方々のインタビューも入るじゃん。でそこもものすごい共感したし、なぜ TWICE が TWICE であるのか、なんでここまで人々に愛されて、メンバー同士の絆が強いグループであるのかという理由がね、よくわかる内容で、各個人のメンバーごとに好き度が増す。まずナヨンちゃんは、一番最初にソロにチャレンジしたメンバーで、ものすごいプレッシャーもあって、でもメンバーのことをすごく気にかけていて、メンバーがそれぞれさ、そのメンバーについての印象みたいなのを語るんですけど、ワンスが喜ぶことをすることが得意だった。挑戦をね、し続ける姿にも感動したし、スタックを歌うんですよ。私スタック大好きなの。特にライブのなんて言うんだろうな、アコースティックバージョンというか、しっとりバージョンのスタックあるじゃん。それがすごく好きなんだけど、そういうしっとりの雰囲気でスタックを歌ってくれたんですね。で、歌詞とか出てくるわけ。日本語訳の。で、めちゃめちゃ泣いたよね、普通に音源で出してほしい。で、しかもすごい、そのナヨンちゃんからワンスへの愛みたいなものをすごく感じた。そこでも泣いてます、私は。次が、チェヨンちゃんだったかな？違うかもしれないですけど、次、チェヨンちゃんは、そのアルバム制作の、ビハインドみたいなエピソードが語られるんですけども、
でも自分はこういう人間なんだっていうのを表現していきたいっていうのもあったし、すごいなと思ったのは、若者のね、なりたい職業みたいなのが、YouTuber とかアイドルっていうのが多いっていうのを目にしたなって。で、それを見たときに、アイドルの可能性っていうのを、自分が広げていきたい。もっと多様な可能性というか、そういったものを広げていきたいっていう願いも込めた、あれはすごくアーティストだなと思った。その自分の気持ちとか思いとかを、曲とか絵とか、詩とかね、そういったもので表現していくっていうのができる人っていうのは、そもそもすごいんですけど、しっかりとしたね、ちおんちゃんの中で考えがあってそれを実現させてるっていうのがね、すごくかっこいいなと思いましたね。映画を見る前後だと、リルファンタジーとかのさ、アルバムを聴く視点とかも変わってくるわけよ。だからね、ちょっと本当にいろんな人に映画見てほしいって思ったよね。ついちゃんいけますかね。ついちゃんはやっぱりね、みんなからものすごく可愛がられていて、お姉さん方がね、めちゃめちゃ溺愛している様子が伝わってくる映像で、それもすごい可愛かったんだけど、ついちゃんが手紙を書くんですよ。で、それをじゃあ本人が読んで聞かせてくれるんですけど、母国語だったんですね。それがさ、なんかめちゃめちゃ泣いちゃってついちゃんが母国語でワンスにね、思いを伝えているという事実にめちゃめちゃ泣いちゃった。もうその手紙の内容ももちろんだけど、そのメンバーへの感謝とかもね、それもすごい素敵だったし、なんかやっぱついちゃんの人間性っていうのがね、現れていてね、すんごい泣いたねももちゃんはですね、生き方がすごくかっこいいなと思って、ももちゃんのパートでも泣いたんだけど、なんで泣いたかっていうと、なよんちゃんからももちゃんへのメッセージというか、ももちゃんはこういう人でこういうところを尊敬しているみたいなメッセージがすごい良くて、そこも泣いたももちゃんの仕事への向き合い方っていうのはすごくよくわかる映像とかが流れるんだけど、本当にかっこいいと思った。TWICE のコレオとかを見てるときに、私が何回かすごい本当に9人の作る形とかめっちゃ綺麗、総合力最強みたいな話をしたと思うんだけど、TWICE としてやっているときは目立たないように気をつけてるみたいなことを言っていて、だからかって思ったの。9人それぞれさ、身長もこうね違うし、踊り方もさ、それぞれ個性があるわけよ。だけど9人で踊った時にものすごいまとまって見えるというか、個性もありつつ綺麗なんだよね、やっぱり。全員が団体を意識した結果、TWICE としてなんかめちゃめちゃ最高のものが出来上がるみたいな感じなんだと思って、ダンスのね上手なももちゃんが自分みたいな、我みたいな感じだったら多分成り立たないんだよね。そういう風になんか意識しているからこそ TWICE としてめちゃめちゃいいものが出来上がるんだって思って、ものすごく短命ちょっと言葉難しいんですけど、だから TWICE ってすごいんだって思ったんだよね。あとはね、その歌とかもについても本人の口から触れられていて、その歌でもものすごく努力をしていて、今ももちゃんって歌声でもものすごいさ、いろんな可能性が広げてるやん。低音のラップだったり、高音のラップもあるし、結構裏声を使ったようなねバラードの歌い方とか、あとは TWICE の初期みたいな可愛い歌い方
いろんなレパートリーがあって、本人がね常に努力し続けているからすごくいろんな歌声の引き出しがこう見つかったりとか、歌とかそのダンスパフォーマンスの部分の向き合い方みたいなところがものすごい人だと思って、本当になんか尊敬の気持ちがとても大きくなった表現力って表情とかさ、表現力ミサモって特にすごいなと思ったんだけど、特にモージャンってどのパートどのシーン切り取っても表情とかすごいの。その曲をすごく理解するっていうことをしていると、なんかもうそういうところもすごいなと思って、その曲の歌詞とかそういったもののダンスで表現をする、ダンスをするというよりかはダンスで表現をするっていう感じに近いと思った。そういったところがモーちゃんのすごいところだと思って、本当に人として尊敬したし、感動した。で、サナちゃんは、サナちゃん自身としては考えすぎる部分もあるというふうに言ってたんですね。可愛い明るい部分だけじゃないよと。サナちゃんの人間の深い部分みたいなところはさ、やっぱり現れてると思うんだよね。サナちゃん自身が深く考えている人で、すごくあったかくて共感力が高い、感受性が豊かとか、そういった部分があるからすごく周りから好かれる人柄なんじゃないかなと思ったんだけど、その映画の中でも話の中でさ、サナちゃんが泣いちゃったりするようなところもあるわけ。その MBTA のね F すぎるって言われてたんだけど、メンバーからは。でも思考が深いんだろうね。想像力が豊かとかじゃないかな。すごい相手の感情とかさとかまで想像して共感して涙が出ちゃうとかで、それはものすごくサナちゃんの人間性の優しさとかさ、やっぱ想像力が豊かな人って優しいですから、ものすごく長所だよね。やっぱりサナちゃんって素敵な人なんだっていうのが分かるし、メンバーにね、香水を選んでプレゼントしてるんですけど、その姿もすごく可愛かったです次ダヒョンちゃんかな。ダヒョンちゃんは演技とかに挑戦することになったところへの、裏側とかがこう少し語られるんですけど、すごく前から演技のプログラムとかトレーニングみたいなのを受けてたみたいです。すごく努力をしてチャレンジした、ものだったみたいなので、夢が叶ったことにおめでとうという気持ちもあるし、ファンとしてはね、誇らしい女優さんとして新しい舞台でね活躍するっていうのはね、メンバーとかからね、一番の芸能人だっていう風に言われてて、その多分お家とかですごい静かにしてこう溜めたエネルギーを本当に自分が輝きたい時にその輝けるエネルギーを持っているみたいなことを言われていて、16の時にさ J.Y. パークさんがすごくカリスマ性があるっていうふうにおっしゃってたんだけど、なんかすごくよくわかるよね、そのカリスマ性の部分が。動き、表情とか見せ方の部分とかってすごく目を引くんだよね、やっぱね。ジヒョちゃんかな。ジヒョちゃんのパートめちゃめちゃ泣いたんだけど、一番泣いたのがね、ミナちゃんがジヒョちゃんがいなかったら私は多分10年続けていないっていう風に言ってて、ジヒョちゃん自身がミナちゃんのことをすごく気にかけてくれたみたいな、なんか感動して、ジヒョちゃんの入社20周年のパーティーの時でもそうだったんだけど、その友達とかが語る
こういうことがあってねっていうジヒョちゃんのエピソードがあったかすぎてめっちゃ泣けんだよ短い言葉だったけど、そのミナちゃんからの感謝みたいなのが伝わってきてめっちゃ泣いたジヒョちゃんみたいな人がリーダーだったからこそより良いグループになったみたいな感じはするんだ。ジヒョちゃんはもう本当にメンバーのおかげだと言ってたんだけど、本当に誰がリーダーになっても絶対うまくやれたと思うって言ってたけど、多分これはジヒョちゃんの力あってこそだったと思う。私は前のね、会社で部署をまとめる人をやっていたことがあるんだけど、人間ですからやっぱいろいろあるわけよ。その人の性格とかにも合わせていかなきゃいけないし、より良い環境にするためにね、すごく大変だったのこれ多分誰か一人でもその自己中心的な人がいたりとか、グループのメンバーのこととかに対しては一切興味がないとかっていう人がいたりとかしたら、結構ね崩壊すると思うんですよでも多分9人全員が多分メンバーの幸せと健康とかっていう、そのお互いを気遣う気持ちが全員一緒ジヒョちゃんみたいな人がリーダーだったからこそ、誰もこうはみ出たりとかする人がいない本当に綺麗な丸のグループになったんじゃないかなと思うんですけど、でね、そのジヒョちゃんのパート、モーちゃんのパートもパフォーマンス映像が流れるんですね。それもすごい良かったし、絶対映画館のあの大スクリーンで一回見た方がいいよっていう映像です。これモモちゃんもジヒョちゃんも。次ミナちゃん、水中の撮影にチャレンジするんですよ。なんか私が思っていた水中撮影の倍どころじゃないぐらい過酷な撮影で、本当になんかどんぐらい深いんだっていうぐらいの水中に入ってめちゃめちゃ綺麗な水の女神みたいな映像が見れます。あの映像を残したいし、写真とかにしてほしいぐらい本当に綺麗だった。衣装とかもこだわって、衣装のね、なんていうの、動きとかもすごい綺麗だったんだよね。広がりというか、水の中で水圧でね、この鼻血がね出ちゃったりとかしていて、ものすごく過酷そうだったんだけど、そのミナちゃんの根性的な部分を感じたんだよね、すごい。多分自分がやると決めたことはこなすみたいな、できるまでやるみたいな、なんかすごいプロ根性みたいなのを感じて、ミナちゃんってクールに見えるけど、なんか心はね、結構なんて言うんだろう、ちょっと負けず嫌いで熱いみたいなところがね垣間見えて、すごく良かったですね。多分見た人にしか分かんないと思うけど、水中であの姿勢を維持するってすごい難しいと思うんだけどすごかったね。ぜひ映画館で見ていただきたいポイントですね。最後ジョヨンちゃんね、とんでもなく泣いたんですけど、活動休止について、ちょっと触れられるんですね。メンバー間の思いだったりとか、ジヒョちゃんがジョヨンちゃんに思っていたこととか、ジョヨンちゃんが逆に、その当時思っていたこととかが語られて、それにすごい号泣したし、歌を披露するんですよ。で、選んだ曲がね、カクタスだったの。前後のインタビュー見た後にジヒョちゃんが作詞作曲をしているカクタスをジョンヨンちゃんが歌うっていうところにまず号泣するし、歌詞自体がすごくなんていうんだろうな、結構心に来るものがあるんだけど、すごくジョンヨンちゃんの状況というか心とそのカクタスの歌詞がすごくマッチしている部分があって、より一層なんか泣けたんだよね。ジョヨンちゃんが、ジヒョちゃんが作詞して作曲した曲を選んだっていうところにも泣くし、その歌詞とかに
ね、もなくし、もう歌声でもなくしみたいな。多分その会場、映画館の会場にはジョンヨンちゃんのファンの方もいらっしゃるわけですよ。当時ね、ものすごい心配だったと思うわけ。今カクタスの歌うジョンヨンちゃんを見て、どんな気持ちなんだろうっていうことを考えたら、ね、その人たちの気持ちまで考えて、ものすごい泣いちゃったんだよ。今だから結構言及して語りますけど、私も当時、ステージの映像とかも見ていて、ものすごく胸が痛かったんですね。戻ってきたっていう喜びと、なんかワンスのために、なんて言うんだろうな、無理に舞台に立たせてしまっているのではないかっていう、ワンスの期待に応えようとものすごい無理して舞台に立ってくれてるんじゃないかっていう、なんていう心苦しさみたいなのが共存してた。その当時の私はちょっとね、ジョンヨンちゃんが辛そうにこう舞台に立ってる姿とか、やったりメンバーがこう手をつないであげたりとか、あったかいなとは思ったんだけど、それ以上に心苦しさが勝ってしまって、いつもだったら海外ツアーやります。ツアー中ってさ、映像がバンバン上がってくるわけ。SNS とかに。それを見たりするんだけど、当時だけは、その映像をね、見れなかったんですよね。ジョンヨンちゃん側の気持ちまで想像してしまって、だからなんか今、なんか楽しそうに、舞台に立ったりとか、歌ったり踊ったりしているジョンヨンちゃんを見ると、ものすごく嬉しいわけ。ワンスはさ、やっぱり、ミナちゃんの時もあったし、ジョンヨンちゃんの時も経験してるので、当たり前じゃないということを知ってるじゃないですか。身をもって。その9人揃っていることがどれだけ貴重なことか、それが当たり前じゃないんだっていうことを身をもって知っているので、なんか今9人揃って10周年を迎えられたこととかもものすごく貴重だと思うし、なんかその9人でね、舞台に立って楽しそうにしてる姿とかを見ると、ものすごいありがたい気持ちになるよね。もうそれだけで泣けんだから。そんな感じで9人全員フォーカスした映像が見れて、ものすごく良かったし、魔の7年の時の、お話とか、そういった部分にもね、触れていて、重い話にも触れたりしていて、なんか、こんなに泣くとは思ってなかったんです、正直。もう一回見たいね。TWICE がお互いに尊敬し合っているというのもちょっと言葉にしてその伝わったというかっていうのもあるし、そのどのようにして支え合ってきたかみたいなところもわかるし、関係者の方のインタビューでその TWICE イコール愛だみたいなことを言ってる方がいらっしゃったんですけど、最後にね、その今のツアーの What is Love の映像が流れるわけですよ。私はもうそこでも泣いたね。あのアレンジの What is Love ってめっちゃ泣けないって前から私言ってたんだけど、TWICE イコール愛だっていうで、その理由みたいなのがその映画の中でこう十分にね伝わった後に見る What is Love 愛とはどんなものなんだろうってこう歌う TWICE、 愛とは何なのか、それは TWICE だと言っているような構成だったそれがすごく泣けました、そこがというわけでね、本当に映画のただ映画の感想を語るだけの回だったんですけど、また、次の動画でお会いしましょう。さよなら。